おめだけだばはいどうも皆さんこんにちは、トロンコでございます。前回の動画はですね、サンフランシスコに到着して、そこから次のシカゴ便までですね、約6時間の滞在がございましたので、その滞在の様子を皆様にお届けしたいというふうに思います。いやー、サンフランシスコ楽しかったですね。短い間だったんですけれども、めちゃくちゃ良かったので、そちらの様子ぜひご覧ください。それでは VTRそれでは改めまして皆様こんにちは、お元気でしょうか。私は最高に元気でございます。ありがとうございます。何も聞いてないっちゅうね。はい、今回はですね2本目の動画ということで、サンフランシスコに到着してからの様子を皆様にシェアさせていただければというふうに思います。私事ではありますが、初めてのアメリカ大陸上陸でして、かなりテンション上がっておりますね。ただしかしですね、アメリカのサンフランシスコ、シカゴを経由してトロントに行く空路なんですけれども、一度アメリカに入国しないといけないんですよね。でその今回入国が時間かかったんですよ。前回の動画でもお伝えした通りですね、3時間45分の遅延があり、かつこの行列もう最悪でございます。もう本当に時間かかりましたね。もう短い間でも少しでもアメリカを楽しみたいという思いで入ったんですけれども、めちゃくちゃ時間かかりました。しょうがないですね、それはね。ようやく入国審査が終わりましてですね、僕たち大量の荷物を持っていたので、先にそれを預けようということでロッカーを探します。僕たちですね、キャリーケース2つずつと、大きな手荷物2つずつを抱えてですね、こちらに来たわけなんですけれども、それぞれのキャリーケースはですね、入国審査後一度受け取るんですけれども、すぐに預けるところがございますので、そちらにですねしっかり預けておりまして、大きな手荷物2つをですね、先にロッカーを預けたいと思います。本当に邪魔ですからね、荷物は。これがねものすごい高かったんですよ。僕の荷物が1つと相方の凪の荷物が2つですね、合計まさかの$90でございます。ありえますか？もうめちゃくちゃ高い。びっくりしましたね。でも他にロッカーがなかったので、ちょっともしかしたら調べたらあったかもしれないですけど、今回見つけられなかったので、今回は素直に預けたいというふうに思います。そして大きな荷物もですね無事預けることができましたので、これからサンフランシスコといえばの場所に向かいたいと思います。 Hello。サンフランシスコといえばですね、やはりピア39ではないでしょうか。僕たちですね結構ユニバ大好きなので、ユニバのミニオンパークの近くにあるフィッシャーマンズワーフというですね大きなオブジェがあるんですけれども、それがサンフランシスコにありますので見に行きたいと思います。今回は電車を利用することにしました。私たちはですね今からピア39というですねサンフランシスコの観光地ですね、そちらに向かいたいと思うんですけども、パウエルっていうですね、読み方合ってるか分かんないんですけど、パウエルですね。パウエル誰？パウエルという駅が最寄りというふうにですねGoogle 先生に教えてもらいましたので、そちらに向かいたいところなんですけど、バスとですね電車と2つ駅があってですね、どちらか分からず、もう仕方なしに目の前にある電車の切符を買いました。実際ねバスの方が多分ピア39は多分近かったかなと思うんですけども、ただ今回はですね本当に電車で行ってよかったです。この後その理由が明らかになりますので、そちらも楽しみにしながら見てください。車内はですね比較的綺麗でした。結構アメリカの電車ってあんまりいいイメージがないと言いますか、初めてだったんで、よく映画とかで出てくる地下鉄をイメージしてたんですけれども、今回の電車はですねすごく綺麗でしたね。空港の飛行機を右手にですね、私たちの電車が出発いたします。Hello。さあ間もなくしてですねパウエル駅に到着いたしました。この駅を出てからのこの景色ですよ。この明るい空と、そしてこの建物めちゃくちゃ綺麗ですね。すごいザ・アメリカというような景色でございます。アメリカ知らないですけどね。先ほどですね
なぜ電車で行ってよかったか、その答えはですね、このパウエル駅、なんと路面電車の始発点でございました。びっくりしましたね。この路面電車って結構サンフランシスコで有名だと思うんですよ。すごい急な坂をですね、こう路面電車、レトロな路面電車が走っていく風景をですね、ちょっと下調べもしていたので、6時間という短い滞在の中では難しいだろうな、乗れないだろうなと思ってたんですけれども、奇跡的に乗れたんです。これがめちゃくちゃ嬉しかったですね、分かった時は。チケットがですね、お一人様8ドルということで比較的安かったですね。思ってた以上にもっとなんか2000円3000円ぐらいするかなと思ってたんですけれども、意外とお手頃な価格だったんでほっとしました。そしてですね、先ほどもお伝えした通りですね、こちら始発点でございますので、この回転式の線路のところで折り返し作業があるんですね。その貴重な映像も撮ることができました。思ってたより手動でしたね。思ってたより結構周りの方もカメラを構えてですね、この貴重な映像を、貴重ではないのかな、この映像をしっかり収めております。ようやく乗り込むことができましてですね、この対向車スレスレのところをですね行くのはちょっと最初びっくりしましたけれども、それもまた良きですね。この路面電車はですね、先ほどもお伝えした通りかなりな急な坂をですね登ったり下ったりするんですけど、その操作がですねハンドル1個っていう、またこれもかっこいいところですよね。ものすごいロマンあふれる路面電車でございます。日本の路面電車って結構こう覆われたイメージじゃないですか。中からこう風景を楽しむっていう、あまりこの映像にあるようなんです、むき出しになってるような路面電車はあんまりないですね。なのでめちゃくちゃテンション上がりましたね。めちゃくちゃ楽しかったです。見ていただいても伝わりますか？この坂えぐいでしょ。坂を登った瞬間に止まってそこが駅みたいな感じなんですよね。街並みもまたね雰囲気がいいんですよ。ちょっとレンガ造りのようなですね、こう歴史ある建物もあれば、コンクリートのビルですね、近代的な建築もあれば、なんか駐車難しそうですね。この坂本当に晴れててよかったなってつくづく思いますね、この映像を見てると。今ですね動画に映っている通りですね、前方の男性の方がですねこう身を乗り出してるんですけれども、これ対向車来た時が怖いんですよ。向こうも乗り出して結構ねスリル満点なので、それも楽しみの一つですよね。ここでですね事件が発生いたしまして、なんとですねこの前を走る他の道路から出てきた路面電車がですねカーブのところで詰まってしまったんですよね。なぜか急に止まってしまうというアクシデントがあり、僕たちはその道をまっすぐ行こうとしてたんですけれども、この路面電車のせいでですね動かなくなりました。しかしこの後ですね、スタッフの方もですね結構焦った雰囲気で無線でちょっと動けなくなったみたいなこと言ってたんですけど、こう周りの人たち、乗客ですよね、私も含めこの後ですねみんなで押してなんと無事に前に進むことができました。押してる様子とかもね撮ればよかったんですけれども、結構エマージェンシーな感じだったんで撮れなかったんですよね。YouTuber としてまだまだダメですね。こういうところしっかり動画に収めていかないとですね。そしてですね終点に到着いたしました。ここからですね歩いてピア39のところに向かいたいというふうに思います。しっかり記念撮影もしました。そしてついにですねご対面することができました。こちらが本物のフィッシャーマンズワーフでございます。やっぱテンション上がりますね。でも意外となんかちっちゃかったですね。この近くにあるお土産屋さんにね少し寄ってみたんですけれども、洋服だったりマグカップ、あとはマグネットですね、ステッカーだったりですとか、かなり品数も多くて時間がないにもかかわらずですね結構滞在してしまいましたね。そしてマグネット1個お買い上げさせていただきました。ありがとうございます。それにしてもこのマグネットの数えぐいですよね。多すぎ。そしてですね目的地のピア39までもう少しのところなんですけれども、一個一個のねオブジェが可愛いのよ。
本当になんかこうテーマパークにいるような気分になれちゃう。やはりですね、アシカも有名なのでアシカのオブジェもありますね。そして到着いたしましたピア39でございます。やはり観光客で賑わってますね。今回このピア39で行きたかったところがですね、ハードロックカフェ。これね、ナギが好きなんですよ。ハードロックカフェとアシカ見ること、何かフードを食べること、その全てを制覇していきたいと思います。もう本当になんかもう全ての建物が海外っぽいですよね。すごいアホみたいなこと言ってますけれども、海外にねそんな行くこともないので雰囲気めちゃくちゃあって好きですね。ここピア39はですね、結構レストランだったりですとかスイーツも結構有名だったんですよね。僕たちはそんなにお腹空いてなかったっていうのと、あと時間がないんです。本当にぜひまたちょっと来てみたいですね。いろいろじっくり見て回りたかった。もう見てわかる通りね、そそくさと前に進んでます。さあそしてですね、やっとアシカたちに会うことができました。もう可愛い小鳥たちとぐうたらしているアシカと、幸せそう。いいですね、のんびりして。本当に何考えてるんですかね。こういうの見るとそういうのばっかり考えちゃいますね。でなんかよう泣いてるなーっていう風に横見たらですね、また違うやつが泣いてました。アシカたちを後にしてですね、ちょっとのんびり歩いてたんですけれども、このピア39というですね、埠頭の近くにはですね、アルカトラズ島というですね小さな島がありまして、そこには有名な刑務所があるんですね。重罪を犯した囚人たちがそこに投獄されるんですけれども、そこの刑務所が島なので周囲がですねまた冷たい水に覆われて脱出不可能と言われた牢獄がですね、約200人を超える囚人が収監されていたそうですね。まあ逃げれないでしょうね、さすがに。こんなに水に囲まれたらね。結構そこもですね観光名所として知られているので、また次回ですね再チャレンジしに行きたいなというふうに思います。そしてまたこのグッズがね可愛いんですよ。なんかいろんな動物がね囚人服着せられてて、なんかハロウィンの店かと思いましたね、最初見た時。かわいそうにですね、せっかくこうぬいぐるみとして生まれてきて囚人にされて売られるという、なんてちょっと酷な人生なんでしょうね。でもめちゃくちゃ可愛かった。そして最後はクラムチャウダーを食べにですねこちらの店に訪れました。これめちゃくちゃ可愛くないですか、このパンたち。めちゃくちゃでかいんですけどね。今回クリームチャウダーじゃなくてクラブチャウダーを注文しまして、すごい海鮮の風味が効いてて美味しかったです。でかかったのでこれはね一人で食べるべきではないですね。 Hello。 さあ短時間で結構回ってきたピア39でございますけれども、まもなくお別れの時間がやってまいりまして、しっかりタクシーで帰りました。で空港に着いてからはですねプライオリティパスを今回も活用いたしまして、28ドルチャージですかね、28ドル以内ですと注文ができるバーガーをですね2人で食いながらこの疲れた顔でございます。さあこの後ですね無事シカゴの便に乗れまして、夜の便だったので特に映像も撮ってないんですけれども、約5時間のフライトを終えてですね無事シカゴに到着いたしました。シカゴで1個ね気になったのがですね、このレゴの自動販売機ですね。なかなか日本で見ないので記念に写真撮りました。そしてシカゴからですねカナダのトロント最終クールですね、僕たちのエアカナダを利用いたしました。エアカナダめちゃくちゃスタイリッシュで機内もものすごく綺麗だったんですよ。でカナダはですねフランス語も公用語としてありますので、このシカゴ便からはですねフランス語のアナウンスも聞こえてきて、急に異国感が増したと言いますか、そんな気分でございました。そしてやっとこそですねカナダトロントに到着いたしました。長かった。約1日かけてですね移動してきたわけですけれども、この後の様子をですねまた次回の動画でお届けする予定でございますので、そちらも楽しみにしておいてください。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。インスタグラム、ツイッターでですね最新の情報をお届けしておりますので、ぜひぜひ概要欄からチェックしてみてください。今回の動画を見てですね少しでもサンフランシスコ行きたくなったよって思ってくださった方がいらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。もうちょっと上にやってくるから、もうファカファカファカ。はい、待った待った。はい。あ、危なげだこれ。はいどうも皆さん、トロンコでございます。今回はですね2本目の動画ということで、前回はですねサンフランシスコに到着して
約6時間ですね、シカゴの次のシカゴ便まで滞在時間がございましたので、しっかりその短いやりました。もう一本や一本、一発でいけろ一本落ちちゃったもっとあげろ、もっと。はいこれ決戦めっちゃ重い。いくでいくでいくで。はい。あ、待ってきたこれ。はい、どうも皆さんこんにちは、トランコでございます。今回2本目の動画ということで、前回はですね、サンフランシスコに到着して、そこから次のシカゴ便まで約6時間ございますので、その滞在の様子を皆様にお届けしたいというふうに思います。いやー、サンフランシスコめちゃくちゃ良かったですね。もう短い間だったんですけど、もういやいや最初も考えなかったよ。サンフランシスコのところもなんかいろいろ考別にのよ、どうせ一本がいい編集はしたら嫌やん。こいつ何でも撮り直してると思われたくない。一本がかっこいいね。足がつかもう次の絵かな。あたけたあかん、笑うなお前は笑うな。俺は後ろカメラの後ろやからええねん。お前笑うな。お前笑ったらおもろないやろ。聞いてまうわ。何がおもろいの。何が